どうも、IS チャンネルです。北海道の夏に、丘一面に咲き誇る、ラベンダー畑で有名な、ファーム富田を紹介します。撮影日は、2023年7月14日です。場所は、富良野線の中富良野駅から 1.7 キロで、徒歩で21分です。期間限定で、富良野、美瑛の6個号の運転日にのみ開業し、基本的には、富良野、美瑛の6個号のみが停車する、臨時駅の、ラベンダー畑駅からは、500メートルで徒歩で7分です。そして、こちらが、富良野、美瑛の6個号の、富良野駅の入線シーンです。機関車は、カラフルな DE15 です。客車は、50系を魔改造して、富良野側に運転台をつけた、510系です。留置線に停車している、キハ261系5000番台の、ラベンダーエクスプレスとのツーショットです。そしてこちらが、ラベンダー畑駅です。営業時間外に行くと、完全にシャットアウトされますが、の6個号の運転時間帯に行くと、踏切にいる警備員さんにお願いすると、撮影させてくれました。旭川方面から富良野方面を見ると、こんな感じで、ファーム富田のラベンダー畑が見えます。細い道路から、ラベンダー畑駅の入り口を見ると、こんな感じです。ラベンダー畑駅の時刻表と、主な駅までの運賃が書かれています。列車の到着する5分前に、ホームへ案内する旨が書かれています。ようこそラベンダー畑駅へと書かれたものと、ラベンダー畑駅周辺の地図です。ラベンダー畑駅周辺地図の割には、注意書きで大半が埋め尽くされています。ホームの入り口横には、待合室があります。ホームの入り口には、ラベンダー畑駅の時刻表と、主な駅までの運賃と、列車の到着する5分前に、ホームへ案内する旨が書かれています。待合室の中はこんな感じで、ゴミ箱とベンチと、奥にトイレがあります。ゴミは、分別して入れる旨が、書かれています。JR 北海道電話案内センターの案内と、ラベンダーエクスプレスの間入り用の、臨時快速列車の案内と、普通列車の一部が、期間限定でラベンダー畑駅に臨時停車する案内が貼られています。ラベンダー畑駅の入り口から、旭川方面を見ると、こんな感じです。富良野、美瑛の6個号が描かれた横断幕です。ラベンダー畑駅の駅名表には、ラベンダーの花が大きく描かれています。この、ご注意は、主に外国人観光客向けに書かれているそうです。仮設ホームには、の6個号の乗車位置が描かれています。こちらは、ファーム富田の全体のマップです。この、駐車場の入り口から入り、園内を見てみましょう。先割の畑を、駐車場側から見るとこんな感じで、一面に咲いたラベンダーを見ることができます。左側に、進みましょう。
ラベンダー畑の中を歩いてみましょう。看板と農作業者のある場所に着きました。ここからラベンダー畑を見渡すとこんな感じです。右側に進みましょう。この辺りから下を見るとこんな感じです。先に進みましょう。お隣の秋の彩りの畑はこんな感じです。先に進みましょう。ファーム富田の全体のマップのある場所に着きました。この左側の建物はポプリの家で、正面の建物は上流の家です。訪問時には営業時間外でしたが、ポプリの家では食事をとることができます。トラディショナルラベンダー畑に行ってみましょう。ここで一般の道路を渡りますので横断に注意しましょう。トラディショナルラベンダー畑に到着しました。トラディショナルラベンダー畑の中の道を歩いてみましょう。
この辺りから上を撮影すると、こんな感じです。上に登って、中央あたりから見ると、こんな感じです。ここから、ちょっと低い位置から撮影してみました。トラディショナルラベンダー畑の上の、森のラベンダー畑へ向かう道は、斜面を下るような感じです。この辺りから左斜め側を見ると、こんな感じです。ここから森のラベンダー畑は、すぐ近くです。森のラベンダー畑に、到着しました。ここから、ちょっと低い位置から撮影してみました。森のラベンダー畑の中央の道の上から見るとこんな感じです。森のラベンダー畑を山の彩りの畑側から見るとこんな感じです。森のラベンダー畑から山の彩りの畑まで歩いてみましょう。山の彩りの畑に到着しましたが、花が咲き誇っているところまで歩いていきましょう。山の彩りの畑では、満開のポピーの花が一面に咲き誇っています。山の彩りの畑から森の彩りの畑まで歩いてみましょう。ここを左に曲がります。左側には、いつもお世話になっている飲み物の
原料がありました。このビール大麦を低い位置から見てみました。少しだけ森林浴をします。森の彩りの畑に到着しましたが、花が咲き誇っているところまで歩いていきましょう。ここから下を見ると、こんな感じです。ちょうど、富良野線の 723D、富良野行きの列車が通過しました。引き続き、森の彩りの畑を歩きましょう。ここから森の彩りの畑を撮影すると、こんな感じです。この丘を下っていきましょう。ここから下を見るとこんな感じです。下に向かって歩いていきましょう。ここを右に曲がります。ここから上の森の彩りの畑を見ると、こんな感じです。ここから下の彩りの畑を見ると、こんな感じです。道の一段下がったところから、彩りの畑を見ると、こんな感じです。この森の家のウッドデッキに行ってみましょう。森の家のウッドデッキから森の彩りの畑と彩りの畑を見るとこんな感じです。森の家のウッドデッキから彩りの畑を見るとこんな感じです。森の家のウッドデッキから花人の畑まで歩きましょう。
ここから彩りの畑を見ると、こんな感じです。ここで、一般の道路を渡りますので、横断に注意しましょう。ここから花人の畑を見ると、こんな感じです。ファーム富田の全体のマップのある場所まで戻ってきました。先割の畑の看板と農作業者のある場所まで戻ってきました。花人の畑の方に進んでみましょう。花人の畑に到着しました。ここから花人の畑を見ると、こんな感じです。あとは、花人の畑と、先割の畑の間の道を通り、駐車場まで戻りましたが、途中、ラベンダーとワンちゃんの写真を撮影させていただきました。この先割の畑の満開のラベンダーを見ると、ラベンダー畑と富良野美瑛の6個号を撮影したくなりました。富良野美瑛の6個号のラベンダー畑駅の出発シーンです。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。